も皆さん、こんにちは。日本一のサラリーマン武勇伝、始めるよ。日本一のサラリーマン一人目スペック当時年齢28歳男営業職。誰か担当したい奴はいないか？バブル崩壊以降、景気も少しずつ上向き始めた2010年秋、当時の国内営業部一課責任者の H 部長は各営業の責任者を集めて、このように尋ねました。当時の会社は産業機器部門の新規顧客開拓を5つの目標としていました。市場では半導体の売れ行きが絶好調で特に海外のインフラ整備も進み、半導体製造装置、半導体テスターを製造するメーカーも軒並み絶好調でした。その半導体製造装置とテスターの国内最大手メーカー B 社もその波に乗って飛ぶ鳥を落とす勢いでしたが我が社はその B 社とは全く取引がありませんでした。今まで何人も営業がトライしましたが、受注を取ることができないでいました。H 部長は、その B 社開拓は必須事項と考えていました。会議室に集められた各営業所の責任者たちを見渡すと、全員下を向いて静まり返っていた。それもそのはず、今まで何人ものベテラン営業が撃沈してきた案件なので、誰も関わりたくないはずである。正直、私も関わりたくはなかった。まだまだ若造が、ベテラン営業がうまくいかなかった交渉を成功させれるはずがない。しばらく沈黙が続いた後、何を思ったのか自分でもわからないが私がやりますと、手を挙げました。心臓が痛くなったが、若さゆえのみたいな感じだったと思う。実際、市場開発責任者を任されていた私は毎月の営業計画遂行に四苦八苦していた状況であったため、新規顧客の開拓は、私にとっても必要に迫られた課題であり、深く考えている余裕などなかったのです。よし、じゃあ決まりだな。H 部長は担当が決まったためか嬉しそうに見えました。これが世界最高峰 B 社への、私の挑戦のスタートでした。私は翌朝、産業機器コネクターの担当部署の経営責任者の元へ行き、半導体テスターってどんなものなんですかと尋ねました。経営責任者は、君は本当に何もわからないのに自分で手を挙げたのか無謀な奴だな。そう言って呆れ顔をしていましたが、わざわざ忙しい時間を割いて、半導体テスターの概略を説明してくれました。しかし、私には全然イメージが湧きませんでした。営業活動をする上で、困ったことがありました。我が社は B 社に対して全くと言ってよいほど、コネや人脈がありませんでした。まずは行動あるのみそう思った私は B 社の本社に電話をかけ、コネクターメーカーの〇〇社です。当社の製品を紹介したいのですがと、申し出ました。それから電話をたらい回しにされた後、地方の B 社工場の購買担当者にたどり着くことができました。初回の訪問時には、コネクター担当部署の経営責任者が心配してついてきてくれました。私はとりあえず、カタログ一式を持っていき、購買担当の愛氏に渡しました。カタログに一通り目を通した後、愛氏の口から出てきた言葉は、うちに売り込みに来るにしては、商品バリエーションがあまりにも少なすぎます。興味が湧く製品もないし、採用検討はちょっと難しいです。カタログには現行採用品との同等品もありますが、価格提案だけなら結構です。という冷たい言葉でした。私たちだからこそできる仕事もあるかもしれません。ぜひチャンスをください。と粘ると、愛氏はしばらく考えてから、少々お待ちください。そう言って一度席を外し、すぐに戻ってこられ、そこまで言われるなら、これに取り組んでみてください。これはコネクターメーカー数社に開発依頼を出したのですが、どのメーカーも取り合ってくれなかった案件です。そう言うと、一枚の図面を差し出しました。その図面には、およそコネクターとは言えない物体が書かれていました。私は愛氏にそれが何なのか尋ねると、愛氏は、半導体テスターの電力供給に使われる給電端子なんですが、ここ 220A の電力を流したいのです。しかし、どのメーカーもできないというので、半ば諦めていたところでした。と教えてくれました。わかりました、やってみます。私はそう答えると、経営責任者と共に B 社を後にしました。渡された図面には、金属椎から20本の足が出ており、その先端を基板に開けた穴に押し込むことによって接触させる、プレスフィットと呼ばれる構造になっていました。つまり、手ハンダ工数を削減するため、差し込むだけで導通できる製品に変えたい、という要求だったのです。経営責任者は怪げそうな顔で私にこう言いました。私の自宅のブレーカーでさえ 40A なんだぞ。1個のコネクター 220A なんて流したら絶対に焼けてしまう。愛さんは我が社から購入するものはないと分かって、わざと無理難題を言ってきたんだよ。これは手の良い断りだよ。経営責任者の言葉を聞いて、かなり落ち込みました。しかし、私がやりますと言ってしまった手前、諦めるわけにはいきませんでした。経営責任者にはそれでもチャレンジしてみたいと伝え、協力してもらえることになりました。翌日、経営責任者と共に、
預かった図面通りに製造した際の問題点を検証しました。経営責任者の意見は、うちには、たまたま似たようなコンセプトの製品はあるが、1極あたりの許容は3アンペアだ。20極で120アンペアを保証するとなると、1極6アンペアの保証が必要になるわけだが、そのコンセプトでは接触面積があまりにも少なすぎる。全く別の構想で行くしかない。構想図を書いてみるから少し時間が欲しい。とのことでしたので、私は経営責任者に設計を任せて、構想図を待つことにしました。それから数日後、経営責任者から出てきた構想図は、20本のピンをなくし、大型の金属そのものを、基板に開けた大きな穴に押し込める、という発想のものでした。私は早速 IIC に連絡を入れ、その図面のデータを送りましたが、翌日すぐに NG の返答が返ってきました。B 社の基板は特殊基板であり、集積度合いも非常にきつく、そのような大きな穴を何箇所も開けたら、パターン設計への影響が大きすぎる、という理由でした。経営責任者にその旨を報告し、一からの見直しを要求すると、経営責任者は若い S 君に専任担当を命じました。お宅の条件をよく聞きたいです。私は S 君の意見を組んで、翌週に B 社へ同行訪問することにしました。当日、購買の I 氏からの紹介で打ち合わせに出てきてくれたのは、電源技術の H 氏でした。打ち合わせが始まると、H 氏はホワイトボードに電源端子の内周と外周の電力喪失理論を数式で書き始めました。一通り書き終えると I 氏は、失礼ですが、あなたはどちらの大学を出られましたか？という質問が続いて出てきました。一応、電気の大学を出ています。と、S 君がさらに答えると、H 氏は、電気の学校を出ていて、この程度の数式がわからないのでは話になりませんね。出直してきてください。と、言われその日の打ち合わせはあっけなく終わりました。まったく、馬鹿にしやがって。そう思った私よりも、この洗礼は、若い S 君には相当手厳しいものだったらしく、私は帰りの車中、意気消沈する S 君を一生懸命に励ましていました。しかし、この H 氏こそが、後に私たちにとっての大恩人になろうとは、よもやこの時点では考えも及びませんでした。翌日、私と S 君は、社内で反省会を兼ねて対策会議を行いました。S 君はまだ昨日のショックが癒えていないためか、僕はこの案件が難しいと思います。ブレスシット端子の評価データでは、5アンペアで発熱基準の30度を超えてしまうのに、6アンペアを保証するとなると、設計雑貨を考えても倍の12アンペアで基準をクリアしなければなりません。そんなの無理です。そういう S 君に対して、私は馬鹿言え、まだ何にも始まってもいないし、やってもいないじゃないか。一回くらい馬鹿にされたからってなんだ、私たちの仕事はいつも馬鹿にされてきたことじゃないか。だが、その馬鹿にされてきたことを絶対に最後まで諦めないで達成してきたからこそ社会は我々を認めているんだ。這いつくばったって、泥まみれになったって、最後まで絶対に諦めないでやろう。まずは、俺たちにできる範囲の検証をやって、ぶつけてみようじゃないか。説得の末、S 君も納得し、まずは専用基板の手配、そして疑似サンプルの製作に取り掛かりました。銅の中でも最も伝導性が良い材料である MSPI を使ってみたり、基板の穴強を小さくして接触圧を高めてみるなど、いろいろな疑似サンプルを作成し、データを取っては H 氏を訪問する、というような日々が始まりました。提出データも少しずつ精度が増していき、私たちも手応えを感じていたものの、理論ありきという堅くなな考えを崩さない H 氏から、決定的な回答を得るには至らず、打ち合わせの最後には決まって、次回はもっと良い提案を持ってきてください。と、繰り返されるだけでした。それから時間が経過するにつれ、だんだんと提案やアイデアがネタ切れとなってきました。そんなある日、S 君からついにこんな言葉が飛び出ました。もう諦めましょう。僕も他の製品の設計が入って忙しいんです。唯一の相棒にこう言われ、さすがの私もへこたれそうになりました。そうこうするうちに、初訪問から数えてすでに1年以上経過していました。H 部長からも、まだ物にならないのか？と、プレッシャーがかかりました。試作品や RD に費やした費用も多額になっていました。このまま終わらすわけにはいかない。私を突き動かしていたのは、その強い思いだけでしたが、成功への自分のエゴで皆に迷惑をかけているのではないだろうかという、自問自答にも悩まされました。画期的なアイデアなど浮かばないまま、時間だけが経過していきました。途方に暮れる一方で関係を切ってはいけないという信念で継続訪問を続けました。S 君任せではなく、私も小さな思いつきがあれば、それをネタに H 氏を訪問することもありました。さて、今回はここまでだよ。かなり苦境に立たされている一致だけど、その後はどうなるのか。困難な壁にぶつかった時に、日本一のサラリーマンはどう乗り越えるのだろう。
良ければ後編も見てね。そしてチャンネル登録してくれると次回作も作るのに頑張れます。ぜひよろしくね。